片分け市長所管所つらり馬場崎門会場ビルディング東京駅ポーポーと出る汽車どこへ行くラーメンちゃんたらぎちょんちょんでパイのパイのパイパリコとバナナでフライフライフライお待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。七助です。今日は東京都千代田区の東京駅周辺を散歩していきます。一流企業や官庁がずらりと並ぶ丸の内はまさに日本の中枢。お久しぶりの散歩録ということで心機一転。日本の中心から再び歩き出します。それでは GO です。日本の大動脈、メガステーションです。東京駅の誕生は1914年12月20日、日本の近代化を象徴する首都の玄関口、東京中央停車場として誕生しました。設計者は日本現代建築の父、辰野金吾。東京駅の設計には当初ドイツ人技師のフランツ・バルツァーを採用する予定でしたが、バルツァーの設計した東京駅は赤レンガと瓦屋根を合わせた和洋折衷なもので、西洋化を目指していた当時の日本政府にあっけなくボツにされてしまいます。そこで採用されたのが辰野金吾だったんです。赤レンガに白い石の帯を走らせるデザインは辰野式と呼ばれ、日本が西洋と並ぶ一等国であることを示す威厳と華やかさを兼ね備えています。ちょっぴりマニアックな視点にはなりますが、この建築の美しさはレンガとレンガの間の目地にも宿っているんですよ。辰野式建築の目地をよーく見ると少しだけ盛り上がっているのがわかります。これは覆輪目地と呼ばれる建築当時の貴重な意匠です。一般的な目地と見比べると違いがよくわかりますね。覆輪目地を採用することで一つ一つのレンガが際立ち、独自の立体感が生まれます。まさに神は細部に宿るを体現したような建築です。ちなみに東京駅の2階と3階の間よく見てみるとつなぎ目があるんですけど、あれは東京駅が東京大空襲の時にアメリカ軍の攻撃で消失してしまった3階を復元した跡なんですね。東京駅って戦後2階建ての駅舎として復元されていて、そこからずっと2階建てのままだったんですよ。3階が復元されたのって2012年のことで、意外と最近のことなんですね。ちなみにこの部分って駅でいうどの部分なんですか？この中ですか？はい。この中ラグジュアリーなホテルです。1泊5、6万します。安くても。安いですね。安い。2012年、見事当時の姿に復元された東京駅。しかしこれには500億円もの莫大な費用がかかっているわけです。いくら歴史的価値があるとはいえ、3階を復旧したところでテナントを多く入れられるわけでもなく、経済的には非効率。そこで JR 東日本は本来使えるはずの東京駅の上に広がる使っていない空間、空中圏を売りに出しました。空中圏とは、この土地にはこの高さまで建物を建てていいですよという法的な上限枠、容積率を別の土地に売却する権利のこと。3階建ての東京駅には容積率が大量に余っていました。その一方、人気のオフィス街である丸の内のビルはもっと高いビルを建てたいけど、もう容積率が余っていない。そこで JR 東日本と周辺ビルの利害が一致したんです。東京駅から容積率を買った周辺ビルは高層部分をさらに増築し、東京駅はそこから工事費用を捻出することができました。今日の丸の内の風景はこの持ちつ持たれつの関係性の上に出来上がっていたんですね。っていうか、容積率って売っていいもんなんですね。長助的に東京駅見ておきたいポイントがもう一つあるんですけど、先ほど説明した覆輪目地、こちらすごい貴重な技術で現代には継承されなかったんですけど、東京駅復元する際に職人さんたちが覆輪目地の技術を身につけたんですよ。
ここで行くと当時の福林目地と今の福林目地の技術を見比べることができます。では東京駅の内部もちょっとだけ覗いてみましょうか。東京駅の中でもひときわ迫力を感じられるのが改札口付近のドームではないでしょうか。私は東京駅を訪れるたびにこの美しいドームをつい見上げてしまいます。ドーム建築って元をたどれば東ローマ帝国に起源があるわけですが、どこかアジアンな神秘性を感じませんか？ドーム内をよーく観察してみると、イノシシの彫刻があります。そのお隣には牛の彫刻、さらにそのお隣には虎の彫刻。そう、十二支の動物たちです。辰野金吾は西洋的なドーム建築の中に干支や稲穂を加える和紙といった東洋的なモチーフを散りばめました。ここには12種のうち8匹の動物が彫刻されていますが、残りの4匹の動物は東京駅と同時期に設計された佐賀県の武雄温泉に残されています。この遊び心、なんとも粋ですよね。この美しいドームの片隅には小さな印があります。ここは遡ること105年前、1921年11月4日、時の総理大臣原敬氏が暗殺された場所を示すものなんです。原首相はこの改札から京都へ向かうとき、一人の青年によって刺殺されました。またここから改札を入った新幹線乗り場付近にももう一つ歴史の傷跡があります。それは原首相の事件から約9年後、浜口雄首相が銃撃された地点を示すマークです。なぜこの時代に2人の首相が命を狙われることになったのか。当時の日本は日露戦争に勝利し、軍事的には世界の列強国と肩を並べていましたが、経済的には貿易のほとんどを英米とその植民地に頼りきりで、非常に脆い立場に置かれていました。そんな中で英米から突きつけられたのが日本側の軍縮の要求です。原首相と浜口首相はそれぞれ英米との協調路線を模索していました。しかし国内ではそれを弱腰だと批判する声が高まり、結果として2人は強靭に倒れることになります。協調を選ぼうとした日本のリーダーたちが暴力で封じられた後、日本は熱狂的なポピュリズムに飲み込まれ、誰にも止められないまま第二次世界大戦の道を突き進んでいくことになりました。今も駅に残るこの小さな2つの印は、そんな日本の分岐点を示すものなのかもしれません。さて、東京駅の正面中央には皇室・国賓専用のプレミアム出入り口があります。そこから皇居に向かってまっすぐ伸びているのが行幸通り。駅を上から見てみると見事なまでの直線で皇居に続いていることがよくわかります。江戸城の跡地が宮城へ姿を変えた明治時代、東京駅は帝都東京に構える宮城への玄関口として作られたわけですね。外国の新任大使をここでお出迎えして馬車の列で皇居までお送りするという行事もあります。馬車の道順で皇居外苑まで歩いてみましょう。この行幸通りは関東大震災の復興事業の一環でお堀の一部を埋め立てて整備された道です。通りをまっすぐ歩いていくと東屋風の小さな建築が目に入ります。東屋の正体は元宮城の和田倉門守衛所。かつて宮城の出入り口の一つで見張りの兵が立つ場所だったようです。結構バイブスいいので皆さんもここで一息ついてみてはいかが？ということで松がたくさん並ぶ皇居外苑にやってきたんですけど、この辺り一帯は徳川家康が江戸に入るまで日比谷入江と呼ばれる海の浅瀬だったんですね。
今まで歩いてきた東京駅丸の内全部海の中だったんです。日比谷エリアは今の駿河台あたり、お茶の水あたりの土砂を使って埋め立てられて、その後はもうこの辺りにたくさん大名屋敷が並んだみたいです。外苑を進むと営団地下鉄の駅名にもなっている二重橋が見えてきました。二重橋はこの手前の橋と奥の橋の2本を合わせた総称だと思われがちですが、実は奥に見える正門鉄橋が二重橋なんです。この橋の何が二重なのと疑問に思うところですが、かつては上下が二重になった木造の橋だったことに由来します。現在は名前だけが残っている状態なわけです。二重橋の手前にある正門石橋では、1日に数回行われる皇宮護衛官の交代式を見ることもできます。かっこいいですね。運よく見ることができてラッキーでした。働く大人たちの憩いの場です。東京の中枢は丸の内、日比谷公園両銀の日比谷公園が見えてきました。日比谷公園は1903年に開園した日本初の洋風近代式公園です。日比谷公園にはこの辺りでは貴重なランチスポットがあるんですよ。腹が減っては戦も散歩もできません。飯の時間としましょう。日比谷茶楼です。日比谷茶楼は1949年創業の老舗ビアガーデン。開放的な店内で多国籍の美味しいご飯やビールがいただけるスポットです。現存するビアガーデンとしては日本最古って言われてるんですけど。なるほど。ビールいいですか？こりゃうまい。それではいただきます。辛くてうまいです。もう一杯行きたいところですが、平日昼間にそのような行為は許されるはずがありません。もう少し暖かくなった頃に必ずまた訪れましょう。ごちそうさまでした。いつの間にやら晴れ間も見えてきましたね。さて、今ではこうして都会のオアシスとして親しまれている日比谷公園ですが、ここは日本の近代史の中で大きな転換点となった場所でもあるんです。1903年に開園した日比谷公園ですが、その開園からわずか2年後、日露戦争後の講和条約に賠償金が含まれないことを不満に思った一般市民たちが日比谷公園に集結し、17名の死者と500人の負傷者を出す暴動へと発展します。後の歴史に残る日比谷焼き討ち事件です。以降このような暴動事件がここ日比谷を皮切りに全国で発生しました。後の東京駅で2人の首相が強靭に倒れたあの時代の熱狂は、この穏やかな風景の中から始まったのかもしれませんね。丸の内のメインストリートへ。さて、お次にやってきたのは丸の内中通り。日中は歩行者天国になっている中通りには、東京のせわしなさをふっと忘れさせてくれる余裕ある 1.2 キロが続きます。今では立派なビルがずらりと並ぶ丸の内ですが、明治維新後の丸の内は草の生い茂る広大な荒れ地でした。当時の丸の内を小説家の田山花袋は次のように描写しています。丸の内は嫌に陰気で寂しい、荒涼とした、むしろ衰退した気分が満ち渡っていて、球場も奥深く雲の中に閉ざされているように思われた。1890年、旧三菱財閥がその荒れ地を丸ごと買い取り、オフィス街としての開発をゼロから始めたんです。荒れ地の開発は思うように進まず、三菱ヶ原と揶揄された時代もありましたが、
1894年、丸の内最初のオフィスビル、三菱1号館が誕生します。当時の丸の内にはこのような赤レンガ造りのオフィスビルが次々に作られていきました。ロンドンの街並みのように生まれ変わった丸の内を人々は一丁ロンドンと呼んだそうです。明治時代の日本が憧れていたのは産業革命の祖、ロンドンなんですね。しかし大正時代に入ると大戦を経て大成長したアメリカが新時代の象徴となり、日本の憧れの対象はアメリカへと変化していきました。さらに関東大震災では赤レンガの建築が次々に崩落する中、アメリカの最新技術で建てられた旧丸ビルは見事耐え抜いたのです。その後の日本のビルは頑丈で機能的なアメリカ式のビルへと次々に姿を変えていきます。一丁ロンドンから一丁ニューヨークへ進化していったわけです。その歴史の延長線上にある建築の一つがこちら、1965年竣工の新国際ビルジングです。私も大好きなこちらのビルは、高度経済成長期の力強くモダンな衣装を今に伝える名建築。規則的で大胆な窓の並びとネイビーのタイルが何とも美しいですね。このビルの何がいいかって、このビルジングの字です。 D じゃなくて字がいいですね。はい。ということで、この辺りはブラブラ歩くだけでも様々な年代の名建築を楽しむことができるんですが、内部までじっくり鑑賞できるのがあちらに見えます明治生命館。国の重要文化財に指定されています。1934年に誕生した明治生命館は、西洋の古典建築に引けを取らない圧倒的な大迫力。当時最先端のオフィスビルです。それでは早速中に入ってみましょう。素晴らしい。なんとも重厚で優美でため息が出るような空間です。2階に上がると当時実際に使われていた各部屋に入ることができますよ。こちらの長いテーブルが続く部屋は当時の役員食堂。食事をとる場所ということで重厚な印象の明治生命館の中でも少しリラックスできる印象の内装ですね。当時の役員さんたちがどんな食事を召し上がっていたのか気になるところです。お隣の部屋にはその食事を運ぶためのエレベーターがあります。左側は書類を運ぶためのエレベーターだったそうですよ。当時の時代背景がよく現れている設備ですね。さらに奥へ進むと現れるのは荘厳な雰囲気の会議室。明治生命館は終戦後 GHQ に接収され、アメリカ政府の指揮下にありました。この会議室でマッカーサーが演説を行うこともあったそうです。明治生命館にはまだまだ見どころがたくさんありますが、この先はぜひ実際に訪れて見学してみてくださいね。さて、そろそろ茶でもしばきたくなってきた頃ですが、明治生命館にはなんと昨年オープンしたみたいです、カフェが。今日は散歩の締めに贅沢な一息をついていきましょうか。ガス入りミネラルウォーターを一つ。東京っていい街だな。今日はなんだかとっても満たされた一日でしたね。本当に新しいものは古くならない。小津安二郎の映画にそんなセリフがあったような気がします。さて、春は目前とはいえまだまだ夜は冷え込みますから、今日の散歩はこの辺りにしておきましょう。膝が痛くなってきました。お疲れ様でした。東京駅周辺を巡る散歩はいかがでしたでしょうか。
かつて一丁ロンドンと謳われた丸の内の誇りは今も失われることなくこの街に続いています。何かとスピードや効率が求められる今の世の中ですが、街が積み重ねてきた時間に思いを馳せることもきっと私たちには必要なはず。次の休日はぜひ東京駅から歩いてみてくださいね。きっと素敵な一日になるはずです。それではまた次の街でお会いしましょう。